どうも、クビチャンネルです。今日はですね、このアトレで車中泊に行ってきます。こちら愛知県のキャンピングカー専門店エムズアートさんの2024年モデルということで、自社開発された超薄型の 12V クーラー、こちらが搭載された他にはないキャンピングカーです。これめちゃくちゃ薄いですよね。外から見るとキャンピングカーには見えません。車中泊しているのがバレないステルスキャンピングカーですね。こんな感じでセカンドシートも使えますんで、普段使いから旅行とこれ1台で行きます。ベース車両がダイハツアトレ、エンジンはターボ、無段階変速の CVT 搭載ということでスイスイ走ります。軽自動車なので税金も低く維持費が安いです。これ買っときゃ間違いないという車なんですが、気になるのがこの自社開発の 12V クーラーですね。しっかり冷えるのか、使い勝手はどうなのか、そして騒音も気になります。次に気になるのが居住性なんですけど、フルフラットということで足が下ろせません。で、下は収納になっています。で、この高さもそんなにないんで長時間しんどくないかですね。キャンプ用のちゃぶ台を持ってきました。このお座敷モードで今回の車中泊を体感します。その次に気になるのが収納です。もうある程度車掌回転を積み込んだんですが、ゴミとか荷物を減りますんで、この下を有効活用しながらやりくりしてみます。ちなみにこの下は冷蔵庫、そしてこっち側は電装系が入っています。次は走行面なんですけど、ギアが仮装された状態なので本来の走行性能が発揮できないと思います。オプションのサイドオーニングもついてます。パワー不足を感じることなく急な山道登れるか、コーナーリング時のロールですね。左右の傾き増えるのか、重量が増してブレーキが効くのか、走行中家具のきしみはないか、車中泊を通じ体感しお伝えします。スペックはこちらにまとめておきます。キャンピングカー登録ではなくて軽貨物自動車登録4ナンバーです。車検は2年に1回、2区4区選べて価格が低く、納期が半年というのも嬉しいですね。さあ、準備整えました。しかしこの秘密基地感めちゃくちゃいいですね。シンクはないんですが、今回の旅は車内で料理や歯磨きなどを行っていきます。やり方は後ほど詳しく紹介します。それでは安全運転で行ってきます。今ストップ&ゴーの多い街乗りを15分ぐらい走ったんですけど、問題なくスイスイ走ってくれます。全く重さは感じません。で、走行中家具のきしみ音ですね。後ろ仮装した部分は全く音もしません。そしてこれバックミラー、ルームミラーがデジタルインナーミラーなんで視界も良好です。はい、今40キロから強めにブレーキングしてみたんですけど、しっかり止まります。もうキャンピングカーではない普通の車のようにしっかり止まってくれました。やっぱり後ろの仮装の部分がそんなに重くないんだと思います。これだったら快適に街乗りを運転できます。このアトレは新型アトレになりますので、安全装置や快適装備がいろいろついてます。クルーズコントロールですね。 ACC 追従型ついています。あとはデジタルインナーミラーなんですけど、こちら前の車が発進したら音で知らせてくれる機能もありました。これだったらうっかりしていても後ろの車に迷惑かけません。山に入る前にスーパーで食材購入しておきます。奈良県の吉野ストアに来ました。もうほんと山に入る直前のスーパーです。なのでそんなに駐車スペースは広くないんですが、軽自動車なんで余裕で止めれました。こういった1本しかない駐車場ってキャンピングカーだと止めにくいんですよね。こんなにもスペースが空いてます。これだったら気楽にローカルスーパーでも寄れますね。冷蔵庫に食材冷やしていきます。ここにテーブルあるんですけど、これ一旦物を置くのにめちゃくちゃ便利です。はい、 OK です。こんな感じで車内に登らずに外から荷物入れるのってかなり便利ですね。駐車場の端に移動しましたんで、少し車内でお茶します。いや、なんか落ち着きますね。ただ車内は暑くて現在 28.2 度、直射日光当たってどんどん暑くなってきてます。早速 12V クーラーつけていきます。これ長押しで電源入ります。で、こちらでオートとあとマニュアル、エコモードなど設定変えれます。とりあえずマニュアルモードで
一度全開で使ってみます。サブバッテリーなんですけど、リチウムバッテリー 100Ah が標準で入っています。こちらオプションのもう 100A 合計 200A が搭載されています。冷たい風が出ております。で、車体下からブーンという室外機ですかね、その音が聞こえています。で、風はそんなに強くないですね。一応マックスでやってるんですけど、これで様子を見ます。それでは収納していたお茶をいただきます。暑いんで冷水でお茶作っていきます。お茶のお供は羽衣あられ、これ美味しいんですよね。いただきます。今回収納なんですけど、この冷蔵庫を収納しているところなんですけど、ここに結構空間ありますんで、こういったレトルトのご飯や保存食を置いてます。で、後ろはこれはシートのヘッドレスト2つ置いてます。そして上部収納が2箇所あります。こっち側にはウェットティッシュやティッシュなど置いています。反対側にはサランラップやこういった長尺物を置いています。そしてセカンドシートのところですね、ここはかなり膨大なスペースがあります。シュラフなど置いています。ただこの広大なセカンドシート下収納なんですけど、こんな感じでテーブルや座っているんでアクセスが不便ですね。その他調理器具や食材などはこの転送系の上ですね、ここはもう開くことがないんで、この上にボックスでこんな感じで置いています。はい、10分ぐらいこのクーラーつけていたんですけど、車内の温度はあんまり変わってないですね。というのもこのフロントガラスシェードしないんで、太陽の熱がガンガン入ってきて、すごい今温度上昇しています。冷たい風は出ているんで冷えるとは思うんですけど、もう出発しないといけないんで、また明日ですね、お昼暑い時にシェードしてどのぐらい温度下がるか検証してみます。これ屋根なんですけど、ここは断熱が入ってます。なんで今太陽の熱ガンガン当たってるんですけど、そんなに熱くなってません。こういったシェードフロントもありますんで、全てきちっとすれば温度は下がってくると思います。サブバッテリーはレノジーなんで、これアプリで残量など見えます。残り 92% ですね。で、現在エアコン使っていて消費電流が 24A です。ここ見てもらったら分かると思うんですけど、なんとヒート機能もあります。リチウムバッテリーって基本電化になると充電できないんですけど、これなら安心ですね。今から行くところなんですけど、この奈良県の山奥忍奥野というところに超秘境の温泉があります。黄金色の温泉なんです。そこ前からずっと行きたかったんですけど、今調べたら空いてるみたいなんで行ってみます。それでは安全運転で再出発します。山に入ってからもうずっと右へ左へのコーナリングが連続して続いています。この車は仮装されているんで重さが通常より増してます。なのでコーナリング時左右への傾き気になるかなと思ったんですけど、ノーマルのアトレとほとんど変わらないですね。これは山の人巡りがはかどります。急な上りがずっと続いています。ただこのアトレターボもありますので余裕です。少し速度は落ちるんですけど、もうアクセル踏み出すとぐいぐい進んでくれます。この辺はキャンピングカーに比べるとかなりのアドバンテージがあります。なんかもっと山道へ山深いところへ進みたくなるような車です。すごい楽しいです。はい、このダムの上を走行するように Google マップ案内されてるんですけど、大丈夫なんでしょうか。いや、かなり道細くなってきて、もういかにも野生動物が出てきそうな場所です。うわ、これ対向車来たら嫌やな。なんていう秘境でしょうか。もういかにも野生動物が出そうな雰囲気です。下ると温泉があるようです。それでは行ってきます。塩の葉温泉大和はすごい人でした。ここ入り口入るとこも
かなり下るんですけど、お店入ってからもさらに下がっていきます。この下に湖があるんですけど、そこの水面近くまで下がりました。あれが温泉の成分流れたところなんですけど、あんな感じで温泉の成分で水が濁っていました。あんなに濁ってる温泉は初めてです。いやー、来てよかったです。でこういった山の中の人巡りの時も、こういう渓だったらどこでも行けますね。こんな感じで路上駐車は絶対キャンピングカーだったらできないと思います。もう日が暮れそうです。ここから山降りて川沿いに車着スポットありましたんで、そこで車着します。次は下りが永遠に続きます。上りよりもさらに慎重に安全に行きます。すっかり日が落ちてきました。まもなく車着スポットに到着するんですけど、何回か行った場所なんで暗くても安心です。はい、到着しました。かなり悪路の河川敷です。とりあえず4区に入れときます。よく来る河川敷の無料キャンプ場なんですけど、今日は誰もいません。ただ道路はすぐ横なんで安心です。ここの足元がこんな感じで砂利なんですよね。なんで4区じゃないとスタックしてしまうかもしれません。やっぱりこういった河川敷も来るなら4区は必須ですよね。そうすると車着スポットが無限に広がります。それでは車中泊のセッティングしていきます。まずはシェードをつけます。これはアトレ純正のシェードのようです。ここもぴったり合うようになってます。サイドも純正のシェードがあります。外がかなり涼しいので、この窓開けときます。こちらはオプションのエクステンションウィンドウになります。ここ開けて、でこれを押すと空気が入ります。網戸にしておきます。ここ開けるだけでも涼しい風が入っています。現在車内は 23.3 度、外が 16.3 度。もうクーラーいらないですね。クーラーは明日のお昼また実験します。キャンピングカーのサブバッテリーなんですけど、現在は 99.5% ですね。走行充電は 30A で入力されるため、サブバッテリーが容量 100A だったら 3,4 時間で満充電になります。このキャンピングカーリチウムバッテリー 200A あるんで大丈夫なんですけど、一応予備でポータブルバッテリー持ってきました。調理の方はポータブルバッテリーを使用し、クーラーとこの車内の照明はキャンピングカーのサブバッテリーを使います。時間を経過したため、駐車監視モードを終了します。それではいただきます。温泉入ってからこの瞬間のために水も飲んでませんでした。なので体に染み渡ります。なんか夜になってまた雰囲気がガラッと変わりました。この間接照明すごいいい感じです。ここのスイッチパネルの一番左、これが間接照明の調光になります。でこれ押すとなんと色変わっていきます。白、ナチュラル、アンバー、そしてオフになります。この調光の横のスイッチ、これはメインの照明になります。でその横はナビが起動します。テレビとか見れます。でその横はインバーター、こちらの AC コンセントが使えるようになります。でその横はこれ USB が使えます。で一番右、こちらが2室のライトになります。2室のライトはこのセカンドシートですね、ここにあります。そして照明の下、こちらは FF ヒーターです。これオプションなんですけど、軽自動車に FF ヒーターつけれるのすごいですね。そしてこの下のマットなんですけど、この生地が色選べるようです。あとはこの生地、これは布みたいな感じなんですけど、レザーのように防水の生地も選べるようです。それではまだまだビール買ってきてますんで、おつまみいただきながら飲んでいきます。
おつまみ作っていきたいんですけど、九州行った時にごまサバっていうのがありまして、それがもう本当に美味しかったんですね。で今回サバ売ってなかったんですけど、この美味しそうなカツオは売ってました。なんでごまカツオ作ってみます。このフリーザーバッグの中に調味料を入れて、カツオも入れて和えていきます。まずはすりごま大さじ2で、今回すりごまなかったんで家から普通のごま持ってきました。こちらでごま吸っていきます。うわ、すごいごまのいい香りがしてきました。あとは調味料、醤油、みりん、料理酒、これを大さじ1入れて、生姜を少し入れます。軽く混ぜます。うわ、すごいいい匂いします。これはもう間違いないと思います。ここにカツオのたたき、もうネギごと全部いっちゃいます。じゃあこれでしばらく放置します。お皿なんですけど、今日はシンクのない車ということで洗い物なしでいきます。まずはサランラップを敷きます。これで水分はもう通さないんですけど、サランラップ破れやすいんでクッキングシートをかぶせます。はい、これでお皿完成しました。それでは冷蔵庫で冷やしていたごまカツを開けてみます。うわ、すごいいい匂いで全体にごまがまぶさってます。うわ、もう腹ペコです。それではこちらいただきます。で今日なんですけど、もう家のようにテレビ見ながら食べたいと思います。テレビ見るにはまずナビのスイッチを入れて、インバータースイッチ入れます。そうするとサブバッテリーでこのナビが立ち上がります。でテレビワンセグで見ます。次はこのテレビなんですけど、インバーターつけたことによって AC 電源つけるようになりました。で電源つけます。はい、これでナビに映っているテレビがそのままテレビに映りました。いや、もうこうやって見ると軽自動車の中とは思えないですね。それではビール飲みながらいただきます。ごちそうさまでした。動画は撮ってなかったんですけど、サーモンや豆腐などもいただきました。それでは片付けていきます。ちょっと汁が残ってるんでキッチンペーパーで吸わしてゴミで捨てます。下全然汚れてないですね。大丈夫です。ゴミなんですけど、今回魚の汁など匂いが出るものありますので、この防臭袋こちらに包みます。はい、これで匂いはもうしません。ゴミなんですけど、この下ですね、広大なスペースがあります。でこっち側はシュラフなど入れてますんで、この下入れたいんですけど、テーブルとか毎回抜かすのめんどくさいんで、この運転席を前に倒すとここに隙間ができます。でこんな感じで下にアクセスできますんで、これでゴミ溜めていきます。防臭袋ちょっと高いんですけど、匂い全くしなくなりますんで、車中泊にはかなりおすすめのアイテムです。じゃあもうベッド展開して歯磨きも済まして、ゆっくりテレビ見ながらくつろぎます。シュラフはこの下に置いています。それでは照明を断熱色にして暗さも少し下げときます。これ荷物どうしましょうかね。もうテーブルはこのまま行きます。これ置いたままでも十分眠れるスペースがあります。この荷物はもうこのテーブルの上上げちゃいます。テレビはこんな感じで動きます。
これですっきりしました。でこのベッドのサイズなんですけど、長さが180センチ、横幅が121センチなのでセミダブルぐらいの広さですね。大人2人大丈夫です。やっぱりこの12ボルトクーラーが超薄型で全然出っ張ってないのと、シンクもないのでこの足元がすごい広いですね。このテーブルを置いたままでも十分一人眠れるスペースもありますんで、このベッドの広さはこのキャンピングカーの売りだと思います。歯磨きします。今回シンクないので、この凝固剤と防臭袋の S2 枚、そしてこちらはキッチンでよく使うゴミ袋をかぶせる台です。まずはこちらに防臭袋をかぶせます。ここに凝固剤を投入します。あとはもう歯磨きしてゆすいだお水をこの中に入れて二重にして固めて一般ゴミで捨てます。はい、じゃあこれは処分します。今日一日照明などを使ってみて、サブバッテリー残量なんですけど 84% ですね。まだまだ大丈夫です。やっぱりクーラー使わないと全然減らないですね。車内の温度は20度、外気温 14.4 度とかなり低いんで、もう窓は閉めときます。じゃあもう照明は最後こちらメインのやつ切って完成照明だけで寝ます。ちょっと暗めにしておきます。わあ、すごいいい空間ですね。これはぐっすり眠れそうです。今日アトレで一日ワインディング走ってみて思ったんですけど、やっぱり走行性能って大事ですね。走っていてすごい楽しかったです。車内も広くて快適でした。でも一つすごく気になること、実際に車中泊してみて分かりました。明日もいろいろ使ってみて最後にまとめてお伝えします。うわ、暑っ。汗かいて目覚めちゃいました。現在の気温が車内が34度、外は22度と快適ですね。シェード全面してたんですけど、やっぱりこれ鉄板なんで太陽が上がると外気温よりプラス12度ぐらい暑くなります。直射日光当たってるシェードのところなんですけど、ほんのりあったかいですね。天井は断熱されてるんでそんなにあったかくなってません。あ、この鉄板のとこですね、すごい熱くなってます。この ARB も直射日光当たって熱くなってますね。反対側、こちらは直射日光当たってないんですけど熱くなってません。ちょっとドア開けて外の空気入れます。あー、涼しい。季節的にもうクーラーの実験が難しいかなと思ったんですけど、今日は暑くなりそうなんで良かったです。クーラーの実験が後でできます。このマットの寝心地なんですけど、意外と痛くありませんでした。これ結構ね、薄いんですよね。こんな感じで本当に指2本ないぐらいですね。なんで多分痛くなるかなと思ってたんですけど、痛くなりませんでした。今回はシュラフをくるまって寝ていたんで、この間にシュラフの生地が入ったのも大きいと思います。それでは着替えて朝の準備していきます。今着替えるために一瞬だけ閉めたんですけど、もう本当に1分2分で車内が熱くなって汗が出てきます。キャンプ場なんでもう後ろも開けときます。いや、この景色最高ですね。朝のお茶飲みながら景色を堪能します。それではこの絶景見ながら朝ごはんいただきます。今日の朝ごはんなんですけど、このシンクのない車でどこまで普通の日本食食べれるかやっています。焼き魚、ご飯、味噌汁、納豆です。ご飯はレトルトパックを使います。これ通常電子レンジなんですけど、この炊飯器でも美味しく炊けることができます。まずは炊飯器にこのクッキングシートを敷きます。
そしてこのご飯をほぐして中に入れます。クッキングシートのこのソドットですかね、ここに直接お水を少し入れます。あとは炊飯スイッチを押して15分ぐらい放置します。そうするとこの汚れもつかなくてご飯が炊けます。今回フライパン使って IH 処理器も使いますんで、この炊飯器はキャンピングカーの電源で炊いていきます。次はフライパンでししゃも焼いていきます。このフライパン用アルミホイルクックパー敷いて汚れ防止します。はい、10分ちょい炊きましたんで、ご飯できてるかチェックします。あ、できてますね。大丈夫です。じゃあもうこのままいっちゃいます。結構本格的な朝食ができました。それではいただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。それでは片付けていきます。はい、フライパンもお皿も綺麗です。この納豆の容器の中に全部ゴミ収まりました。炊飯器なんですけど、水蒸気が少しついてるだけです。こちらも汚れはないんで拭き取って終了です。はい、最終サブバッテリーの残量は 84.9% です。照明や先ほど炊飯器も使ったんですけど、バッテリーが減ってない理由なんですけど、屋根にですねオプションの 175W のソーラーパネルがついています。今からまた走行しますんで、バッテリーは 100% になると思います。この後で残り気になるポイントなんですけど、この薄型の 12V クーラーですね、冷えるのか最後検証します。そしてもう一つ走りなんですけど、このアトレーは追従型の ACC アダプティブクルーズコントロールがついてます。高速道路で設定速度にすればその速度で走ってくれます。そしてなおかつ前の車に追従してくれます。ただですね、以前自分この新型アトレが出た時にそれ試したんですけど、結構不安定だったんですよね。片側1車線のバイパス道路を走っている時に反対側の車すれ違う時にそちら側に焦点が合ってしまって追従がキャンセルになってました。あれから2年ぐらい経ったんで、もしかしたらもうアップデートで直ってるかもしれません。今日はそれを確かめるためにバイパス道路を走行し、その後イオンモールで買い物している間に 12V クーラーの検証をします。はい、準備 OK です。ゴミはこの下に置いていました。まだまだ余裕あります。それでは砂利道は引き続き4区で走行し、バイパスに入ったら2区に切り替えます。はい、それではバイパス道路に入ります。合流します。ここは制限速度70キロですね。はい、合流完了しました。早速なんですけど、クルコン設定していきます。まずはクルーズボタンを押します。そして次セットボタンを押します。そうすると現在走っている速度でクルーズコントロールがセットされます。キャンセルする場合はもう一度クルーズボタンを押せばキャンセル、もしくはブレーキを踏めばキャンセルされます。そして次は速度調整プラスマイナスボタンで速度調整します。車間距離は一番この右のボタンで3段階変えれます。このバイパスは片側1車線なんで、この対向車が結構近いんですよね。で、前にこのアトレ試した時にこの対向車をご認識して前の車の追従が外れてました。これが何回もありました。で、今回もこのモードで1時間ぐらい走ってみて、それが変わってるのか検証します。やっぱり追従型クルコン楽ですね。今前の車詰まってきて速度が60キロまで落ちてるんですけど、アトレも自動で60キロまで速度を落としてくれました。はい、出口まで来ました。前は ACC 追従外れたんですけど、今回大丈夫でした。もしかして良くなってるのかもしれません。
ただ気になる点なんですけど、速度を保っている時に結構ブレーキ踏まれてました。自動でもうちょっとアクセルを緩めてスムーズに追従してくれたら嬉しいんですけどね。奈良県のイオンモール到着しました。じゃあ太陽が当たってるところで駐車します。ちょうどお昼時なんで太陽が真上でよく車に直射日光が当たっています。シェードしていきます。はい、シェードしました。外の温度計なんですけど、これ今から影になっていきますんで、ここに設置しておきます。締め切りだけで一瞬で熱くなります。現在の車内の温度は約28度で、外気温29度まで上がってきました。もう涼しくなって実験できないかなと思っていたんで、熱くなってくれてよかったです。でこれ操作方法なんですけど、画面ちらついてるかもしれませんが、オートとマニュアルあります。で昨日マニュアルの一番風量強い時より、このオートで設定温度を一番低くした時の方が風量強かったんで、オートの18度設定でいきます。現在のサブバッテリー残量は 98% です。涼しい風来てます。基本的に向こうの方に向けるような感じでいきます。それではこのまま1時間ぐらい放置して、また帰ってきてから温度とバッテリー残量を調べます。はい、1時間経ちました。日光もガンガン当たっています。どうでしょうか。入ってみます。車内は涼しいです。このクーラーの前の温度計は22度まで下がっています。ちょっと離れたこのテーブルの上は 24.8 度まで下がっています。ちなみに外の温度計は現在 29.9 度、ほぼ30度ですね。そしてサブバッテリーの残量は 70% ですね。約1時間と15分で 20% 近く減りました。この調子でいくと残り3時間10分使えると表示されています。なのでサブバッテリー 200A でお昼暑い日に使うと4時間ぐらい使える計算になります。これ夜中だったら8時間余裕で持つと思います。こんなに薄いのにすごいですね。一つ気になるのはこの風ですよね。そんなに強くありません。でこれオートなんですけど、設定温度を一番低くしています。これをマニュアルモード、こっち側のつまみで風量調整できるんですけど、これでもそんなに強くなりません。ただこのマニュアルモードの良さは電流が減るんですね。今マックスで 19A なんですけど、これ小に下げると 12A に減りました。こういった DC12V クーラーっていうのはもうオンかオフだけなんですけど、この調整つまみで電流を下げることもできます。家庭用クーラーのインバーターに近い使い方ができます。最後にこのクーラーの騒音だけ検証しておきます。この約 1m ぐらい離れた場所、このテーブルの上で騒音検証します。78dB でした。なんか数字以上に中は静かに思えます。でこれ今風量強なんで一度一番弱にしています。はい、60dB とかなり静かになりました。やっぱ風量強でつけてるときはこの下にある静かい機能とかブーンっていうのがよく聞こえています。それでは最後にこのアトレで実際に車種泊してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。場所を移動しました。走行編からお伝えします。まずはデメリットなんですけど、この運転席ですね。結構前目にしています。というのもこの車中泊モードのまま移動しようとすると、ここの板つけています。そうするとここがあんまりクリアランスないんですね。なのでシートポジション後ろの方はこれしんどいと思います。毎回この板だけ外して乗るときはシートを後ろにするのがいいかなと思いました。ちなみに自分はこのシートポジションで問題なく運転できました。次メリットなんですけど、もう走りは軽自動車の中ではトップクラスです。今回ワインディングとバイパス道路も走ったんですけど、この仮装された状態でもよく曲がり、坂道は問題なく上り、おまけに ACC 付き。今回長時間運転したんですけど、山にバイパスと快適でした。しかも ACC 良くなっていました。前は追従よく外れていたんですけど、今日は外れませんでした。ただこの良くなった ACC、 一つだけ気になるポイントが、前の車との車間距離調整が結構急な加速でブレーキで調整していたので、よく後ろのブレーキライトが光ってました。こんな L 版のように車間距離保ってほしいですね。不満はそのちょっとしたことだけで、もう走りは完璧です。次は車内編をお伝えします。まずはデメリットから。まず1つ目、大きいデメリットなんですけど、頭が自分つきました。この上が一番高いところと思うんですけど、背筋伸ばせません。自分の身長は170センチです。これは盲点でした。やっぱりキャンピングカーは実際に中で過ごさないとわからないことが多いですね。普通に背筋伸ばせないんで、ちょっとこんな感じで軽く丸めるような感じですね。これだったら問題ないです。やっぱり普通に座れないのは結
結構ストレスだと思います。人の座高によって変わるので一度乗ってみることをお勧めします。肌感では身長165以下ならいけるかなと思います。あとお座敷モードでずっと過ごしていたんですけど、この足が下ろせないんでやっぱりちょっと窮屈に感じました。たまにこうやって足伸ばしたりしていました。ただここのマットはこんな感じで外して、こうすれば足は下ろせます。横向きレイアウトにして足を下ろして、ここにテーブルか何かを DIY すればこれは問題解決できそうです。2つ目のデメリットなんですけど、この下に冷蔵庫入ってるんですけど、すごい取りにくかったです。このマットがですね、引っ掛けるとこないんですね。なんでちょっと持ちにくかったのと、あとこれ冷蔵庫開けるときにこのマットがですね、また持っとかないといけないんで、こんな感じで片手になります。なんかストッパーか何かと、あとこのマット上げるときに紐か何かあれば問題は解決しそうです。次のデメリットはこの降りるときコツがあります。やっぱりこれ高さありますんで、この靴収納するところも中に入ってますんでコツがあります。これ結構高さあるんですよね。で靴入れるところがここの中なんで、実際に入るときは一旦ここに座ってから靴を手で脱がして、でこの中に入れる感じになります。これは最初から乗り降りしにくいやろなと思ってたことなんですが、やっぱり乗り降りしにくかったです。このマット全体は取らなくていいんで、このちょっとだけでも取れたら、玄関作れたらだいぶ楽なんですけどね。この辺は DIY でって感じですかね。次のデメリットは、この車のデメリットというわけではなくて、軽バンコン全部ですが断熱が弱いです。これも車中泊する前から分かっていたことなんですが、一応キャブコンと比べてお伝えしておきます。外気温の変化にすごい弱かったです。このルーフは断熱されており効果ありました。そしてこのガラスフィルムなんですけど、12345個ですかね、それは断熱フィルムを貼っております。オプションです。ただ周りはやっぱり鉄板なんで、直射日光当たるとかなり温度が上昇しました。外気温22度、中は34度で、朝との夜の温度差すごかったです。もう10月なんですが、締め切っては中折れませんでした。ドアを開ければ涼しい風が入ってきます。キャンプ場などだったら大丈夫なんですけど、道の駅やサービスエリアは開けにくいので、車中泊の場所が限定されますね。あとはこのシェード、簡易的なやつじゃなくて断熱遮熱が必要だと思いました。ただバンコンすごいいいなと思ったのは、この車内がすごく暑くなってもバックドアを開けたら一気に空気入れ替えます。それは本当に羨ましいなと思いました。次メリットなんですけど、まず1つ目、この超薄型クーラーがついている、もうこれに限りますね。場所取らないので画期的です。この超薄型クーラーに関してはいろいろ検証してお伝えしたいこともありますんで、後でまとめます。2つ目の車内のメリットは、このセカンドシート下収納ですね。これがかなり広くて助かりました。まだまだ余裕があります。今回上部収納が少なくて心配していたんですけど、問題なく過ごすことができました。前まではこの下に土台があったそうです。でその上にマットを置く仕様でした。で2024年モデルからここに棒が入ったことによって、ここ全部が収納に使えるようになったそうです。でこのマットすごい使い勝手よくて、このマジックテープがそんなにきつくないんですよね。取りやすい、程よい強さです。これ結構ね、硬くて開けるの大変という場合も多いんですけど、これはちょうど良かったです。で次、ここの角の R ですよね。普通こんなん一直線でパッてやっちゃうんですけど、このマットは綺麗に合わすように R があります。これは手間かかってると思います。次、細かいんですけど、ここにハイネスファンがついてます。ここなんですけど、冷蔵庫の熱とインバーターの熱が結構こもって熱くなります。40度以上になるとハイネスファンが回り、熱い空気を外に出してくれます。夏場こういった冷蔵庫とかインバーターの熱、かなり車内に入ってきてクーラーの効き悪くなります。細かい気遣いですが、これは嬉しいですね。次のメリットは何といってもこのベッドの広さですね。クーラー付きではこのクラスナンバーワンの広さじゃないでしょうか。納期がなんと半年なんです。めっちゃ早いですよね。やっぱり新車ですぐ手に入るのはかなり魅力的だと思います。それでは最後にこのクーラーについてお伝えします。まず冷えについて心配していましたが、今回外気温約30度でテーブルの上の温度は25度とまあまあ冷えました。ただ車内キンキンには冷えていませんでした。これが33度34度超えてくるとどうなるかですね。動画内でもお伝えしましたが、風が弱いんですね。この辺はよく冷えていたんで、このテーブルの上にサーキュレーターとかで前に送れば全体が冷えそうな気もします。一つ気になる点がこの冷気の吹き出し口、ここなんですけど、車内の空気の吸い込み口はこのセカンドシートもここなんですね。冷気は下に溜まるんで、
これがどう影響するのかは実際に夏になってみないと分からないですね。今度はもっと暑い日に検証してみたいです。しかしこのクーラー自社開発ですごいですね。どんどん改良されていくと思います。これから夏はどんどん暑くなります。選ぶならクーラー付きのキャンピングカーがいいと思います。今回車中泊してみて強く感じたのは、この車正しい使い方としては、車内ではご飯食べない、寝るだけという感じであれば、さっきいくつか挙げたデメリットほとんど解消されます。クーラー付きで夏も快適に車中泊できる低価格のキャンピングカーとしてありなんじゃないでしょうか。自分で使いやすいように DIY すれば自分なりのキャンピングカーが出来上がると思います。あとは高さだけですね。気になった方は愛知県のエムザートさんに展示車ありますんで、実際に座ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。